どうもヒラリーです。今日はね、ビッツの中でも後期型に値する本当ねヤリスに代わる直前のビッツをお借りしてきました。ちょっとね身内の車ということでね、でこの時代の車だからこその魅力とか、このビッツだからこその魅力というところでね、5個か6個これからね順に上げていきたいなと思います。であとはね走りながらのレビューと止まってのレビューと、交互にするような感じで動画進めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとね走りながらこのビッツの魅力、あとこの世代のね車だからこその魅力っていう点とかをね上げていきます。じゃあまず一つ目は、足が柔らかいといったところからいきます。これがねそんなに足の柔らかい車というのがなくなってきた。このビッツがね、2019年か8年かの車で今4万キロ走った状態です。でこの車ね新車の時から足柔らかくて、1000cc のベーシックなコンパクトカーとしてすごくね合っているなというのをね感じていました。ご近所とかね買い物メインとか幼稚園の送り迎えとかメインだったら、絶対その方がいいでしょみたいなところはねあります。車のアラとかね出来の良し悪しも目立ちにくいですからね。最近足の柔らかい車というのがそんなになくなってきた。例えばヤリスですとデビュー当時のヤリスすごくね足硬かったです。 1000cc のベーシックなグレードでも足が硬くてもうガチガチぐらいにね硬かった。でそれもね、モデル途中からヤリスも柔らかくはなりましたけれども、これほどではないというのかな。で同じく日産ノートもねデビューした時のノートは硬くて、で途中で柔らかくなって、でノートのね足柔らかくてすごくいい。ただe パワーというハイブリッド専用なのでどうしてもお値段は上がっちゃう。ご近所用としてはねもったいないぐらいのね価格になってきますからね。で同じようにトヨタでも2代目アクアは足柔らかくてそういうところね適していますけれども、でもお値段はねこのビッツよりは高いかなと。このビッツね130ぐらいだったと思うんですよね。で足の柔らかい車が減ってきているので、これね今でも価値があるなと。柔らかいのが好きってお話ねよく聞くんですよね。自分とかみたいにね車好きだと、車好きな方はね硬い方がいいという方が多いかもしれない。多いのかな。ちょっとねかなり条件が限定されていきますから、とにかくねこのビッツの柔らかさというのは、すごく車にも合っているしよく使われるシチュエーションにねぴったしなんじゃないかと。でじゃあ次いきますね。次は、見た目のおしゃれ感。これは別に撮った映像を差し込んでいきます。じゃあちょっとね外装について、補足的にねここから話していきます。このビッツね、前期中期後期とねすごくね変わってきました。見た目が変わってきた。ほんとね前期の時にはほんと実用車の中の実用車みたいなね、そうして言われ方していて、自分もそうだよねなんて思っていたんですけれども、それがね中期でちょっと男っぽい、なんかねこう弾丸スタイルみたいな感じのフロントフェイスに変わって、でこの後期がねかなり優雅な形になったと思うんですよね。これ正面から見るとこんな感じ、ローアングルとかもねしてみるとこの辺りがねおしゃれ感という感じになりましたか。自分はねそう思います。例えばね、一番新しいヤリスがかっこいいだとすると、これちょっとおしゃれなというかね優雅なというか言葉が合うのかな。そうした感じになってきたかなと。でそうね、デビュー当時からの変化を今見直すと、この担当されたデザイナーの方ね、すごいんじゃないかなと思います。でちなみにね横を回ってみますね。横から見るとねもう本当にね普通のコンパクトカーというかねこの時代のビッツだよねみたいな感じしてるんですね。特別なとこない。でもフロントマスクがすごくいい。
あとね、実はね、もっといいのがリアなんですね。ちょっと今、リア移動します。ということでね、リア周り。リア周りはね、テールライトをつけた時がすごくいいです。意外とね、オーナー様でも見たことなかったりするんじゃないかな。実はね、このビッツのいいところは、テールライトをつけた時のね、リア周りのデザインの美しさ。これがね、すごく大きいです。というのもね、ここ、大きい段差があります。指、第2関節ぐらいまでね、来るぐらい、ここに大きな段差がある。で、ここが、ナンバーを中心にして、その周り、この辺がくびれになっているわけですけれども、えぐれてるわけですけれども、これが効いてきます。というのも、ここね、ナンバー灯が光った時に、ここの周りがふわっとね、明るくなる。で、ここ光漏らさないですから、ここから上は、暗くなる。で、このね、ナンバーの周辺だけが明るく光る。これがね、すごく美しいんですよね。夜ね、見たことないオーナー様とか、ぜひね、一度はご覧になってみたらね、いいかと思います。これがね、ビッツのリア周り、後期型で自分がいいなと思うところです。という感じでね、好みはあるにしても、フロントマスクとリアのデザインと、この辺りがマイナーチェンジごとに大きく変わって、どんどんね、こう優雅に感じられるようになってきたと。横から見た時だけのがね、そうね、この方のビッツらしいところなんでね、そこは変えようがないのでっていった感じです。でも本当このね、後期型のビッツ、フロントとリアと魅力的だと自分は思っています。で、じゃあ次のテーマ。次は、新車で安かったから中古車も安い。そう、さっき述べた感じでね、この車 1000cc で、130万ぐらいだったと思うんですね。安全装備とか最小限ですし、運転支援装備も最小限。この装備の差が大きいとは言ってもね、今のヤリスから見れば同じエンジンで50万円以上安いみたいになってきますから、すごく安かった。で、そうね。それが中古車にも効いてきます。中古車で今買うとしても、お値打ち価格的な魅力というか、車というかね、物って価格で決めて、よりいいものが欲しければお金を出すみたいになってきますから、すごくね、重要なとこだと思うんですよね。無理にいろんなものつけて、何でもつけていいものを作って、で、お値段も上がっちゃうよなんていうのはね、もう当然です。限られた予算の中で、どれだけね、その車のコンセプトに合ったものを仕上げるか、その車のお客様に合ったものを提供できるか、というのがね、物売りの商売だと思っています。自分もね、一応会社経営とかね、物を売っていますから、お客様商売していますからね。とにかく価格の中で、いかにお客様の要望に応えられるか、そこがね、すごく重要です。腕いい悪いとかね、勝手にする、どうこうするよりも、とにかくお客様の希望に応える。これがね、一番。というところで、このビッツはね、そのあたりもいいところかなと。魅力というかね。この当時のコンパクトカーの使われ方考えるとね、今はね、そこに軽自動車が入ってきて、昔のコンパクトカーの使われ方、その需要が軽自動車に移っていっちゃってるっていうのはね、ありますけれどもね。で、じゃあ、軽自動車と比較した時のこのビッツの良さなんていうのもありますから、そこを上げていきますね。まずね、自分が軽自動車からこのビッツに乗り換えてとかね、助手席に座り替えて、助手席から助手席に座り替えた時に、一番思うのはね、この横幅の余裕です。軽自動車ってリアシート広いのはね、今もう間違いなく、もうどんな車でも広くて、で、このビッツよりもね、リアシート広いっていうのはもう、それはもう当たり前。で、助手席で言うと、もう圧倒的にね、このコンパクトカーの方が快適です。広さがあって、車の微振動とかね、こういったところも、段差、ちょっとしたね、目に見えないようなコツコツも感じにくい。この段差が見えるのも、こっちの方が快適なことが多いかな。で、とにかく座って余裕がある。このあたりが、横幅ね、どれだけ進化しても横幅に制限がある軽自動車、
れから全長も制限があって前後の揺れも目立ちやすい軽自動車と比較するとね、ここはコンパクトカーの魅力、多少古くてもこのサイズだからこその魅力ですね。単純な路面からのガツンという突き上げとかドカっていう突き上げだったら軽自動車の方が進化してるかな。N ボックスとかね、足柔らかいというかもう柔らかいだけではなくてしっとり感までありますから、そういうところに関してはね軽自動車の方がいい。でもそれだけの段差がこうやって走ってる中で何回あるんだっていうことを数えていくと細かいね小さい段差とかの方が多いわけですし、何もね何の段差もないような道も時間はやっぱり一番長いですから、そういって考えた時にね1号シルビアかっこいいね、右前ね。でなんだっけそう意外と古くてもコンパクトカー、このサイズがあるからこその良さというのはね感じられる。であと速度60キロぐらいまでは快適な軽自動車というのは結構多いです。でそれを超えてくると運転していても助手席に乗っていてもやっぱりねこのゆったり感という面で違いが出てきます。隣に乗って安心してはーって座ってられるのはコンパクトカークラスかな、80キロ90キロとかにね距離になって速度上がってきますとね。じゃあいい加減次いきますね。次は内装の魅力。この過色とかね使い勝手の部分でいくつか、これも別に撮ったシーンがありますのでそれ差し込んでいきます。ではこのビッツで内装いいねとか内装使い勝手優れてるねって思う点をいくつか挙げていきます。これは後期型のビッツの内装です。やっぱりねこれもボディの外装と一緒で、この型のビッツがデビューした時に、結構ねいろいろ言われていたんですよね。安っぽいとかその前のね2代目ビッツの方が良かったとかね、ユーガーだったとか。でもやっぱりね内装もね結構変わってきています。で使い勝手の部分で言いますとごめんなさい、魅力的というかね華やかな部分からいきますね。もうそれはもう見たままここ大きなね光沢パネルがあって、でこれがね奥に模様があるんですね。模様があってクリア層があるような、光沢感のあるパネルになっています。で同じようにねこっち側も入っている。でエアコンじゃないナビ周りとそれからシフトセレクター周り、一番安いグレードでもねこれですからね、なかなかかと。一番安いグレードこのエアコンがねちょっとというのはありますけれどもね、ここはちょっと使い勝手いまいちかな。こっち側ね、風量じゃないです。外気内気で風量はねこのノブだったりして、こういうところいまいちですけれども、とりあえずね華やかで使い勝手でいいなと思う点で言うと、一番はここですかね。ゲート式のシフトセレクター、これ最近もうねなくなっちゃっていてすごくね間違いにくい。で手元を見なくても操作できるという点で言うと一番かなと思うんですよね。あんまり見慣れないね最近車を好きになった方ですとか、最近免許取られた方は見慣れないと思いますけれども、そうねこれがね本当にね前を見てても確実にね動かしたいところに動かせる。例えばねここ P で左下に力を入れますとバックで、その下はニュートラルで D レンジで、こっちにあると S レンジで、その下が B。この辺がねもうコクっていうね手元の感覚だけで動かせる、すごくねいいなと未だに思います。もともとはね高級車から取り入れられてきたシフトセレクターですしね。であとね使い勝手でいい点、次はねこの、ヘッドライトのスイッチ。これもねやっぱり最近の車はちょっとねこれがね消せなくなってますよね。もうオートのみ。そうすると暗い時ね、例えばコンビニでお店の中を照らしちゃう時とかありますよね。エンジンかけたら中パーッと照らしちゃうとかね、よくあります。あとはねご自宅の周りとか駐車場内で動かす時に夜電気つけたくないけれどもちょっと動かすのにもね電気ついちゃう、ちょっと周り迷惑かけちゃうなんていうこともあったりなんかしてね、これはすごい昔ながらのオーソドックスなタイプです。スモールヘッドライト点灯っていう感じでね。
ここでいいところがもう一つ。このオートハイビームのスイッチがここにあるんですね。すごくわかりやすい位置にあります。必要だったらここね、右手伸ばしてポンと押せばいいし、必要なかった時もね、右手を伸ばしてポンと押せばいい。このあたりね、使い勝手に優れていると思っています。あとはそう、ここ、実はこれ開くんですよね。で、開けてみると、中何も入ってない。なので、これちょっとね、借りてきた車なんですけれども、オーナーはここ分かってるのかな？開くって分かってないかもしれないですね。実はね、ここ開くので、そう、例えばね、生活感がなくて、でも実は便利というので、この隠された、扉、小物入れ。結構ね、こういうところいいなと思います。こんな感じでね。そうね。古さあっても、古いからこそいいところというのが何点か。シフトセレクターとかヘッドライトの部分とかね。結局、ヘッドライトなんかもそうですし、それ以外もかな。いろんな部分が今人間がね、手が入れられなくなってきて、機械が自動でやる部分が増えてきた。逆にそれによって困る部分とかもね、出てくるんでしょうかね。もちろん慣れなので、もう全部自動に慣れちゃったらそっちの方がいいのかな。ただ昔ながらの使い勝手というのをそのまま残して、で、とにかくね、車古くなったから同じようなものを乗り換え続けたいという要望からすると、もうほんとこの方ぐらいのね、年式のが最後になってきてるのかな、みたいなね、ところはありますね。逆に、ヘイトヨタ、温度上げてよとかね、ちょっと暑いから涼しくしてみたいなね、そういう飛び道具的な機能は、もうどんどんこれからもね、進化していくんでしょうね。ただ、そう、タイヤ4個あって、ハンドルがあって、ブレーキがあって、エンジンがあって、みたいなところはね、そんなに大きく変わらないのかな。そうね、それがガラッと変わるのは電気の時代でしょうけれども、まだちょっとね、すぐ来るってわけではなさそうといったところですね。で、あとね、最後、そう、付け加えようかどうか迷っていたのが、ヤリスと比較したらどうなのかと、乗り味に関して言うと、このビッツがね、ヤリスに変わって、エンジン変わって、プラットフォーム変わって、ガラッと変わっています。もうほんとね、サスペンションがあって、タイヤがあって、で、エンジンがあってみたいなところはね、一緒なんですけれども、やっぱり、そうね、乗り味の部分の進化大きいね。大きい。エンジンの振動とかもそうですし、ハンドルのね、こういうところの細かい操作に反応してくれるかどうか。でもこれもあれですね、車小さいだけあって別に、普通に乗ってる部分にはね、だるさ感じないかな。大きく来た時はちょっと差があるとかね。あと、正確性の部分ではやっぱりヤリスの方がいい。ここはどうしようもないんですけれども、逆にね、緩いというのがね、魅力だったりもしますね。ということで、ちょっとじゃあそれで最後にしましょうか。車敏感になってきて、で、ハンドルが軽くて敏感だと、意外とね、神経質だったりもするんですね。ドライバーによるかな。こうやって何もせずにね、手放して乗ってる分には、そういうタイプの方がいいです。直進性もよく感じられる。で、このタイプの、ちょっとね、緩いとか反応が遅い車ね、この世代のビッツとかですと、直進中にね、こうやって手を動かしちゃうドライバーとかですと、こっちの方がね、もう全然普通にまっすぐ走ってる感覚がして、隣に乗ってても安心というのはありますね。特にリアシートに乗っている時なんかは、ドライバーによる差がすごく出やすいです。ほんのわずかなところね。あと、タイヤの空気圧なんかも、車が進化すればするほどにシビアになってくる、敏感に伝わってくるようになるわけでして、そういった点でもね、緩くて楽っていうのはね、あります。これも魅力かな。それで言ったらね、もっと古い車はもっと魅力になってきますけれどもね。魅力か、長所か短所かは、感じる人次第。特徴として挙げると、この車はね、こうやって直進中こうやってハンドルを小刻みに動かしちゃうドライバーでも、乗員が不快になりにくい。もうほんとね、別にまっすぐ走ってる感覚ですからね。これだけもう指2本ぐらい今動かしていても、そんな感じ。っていうところでしょうかね。じゃああとね、せっかくなんで、使い勝手がね、ちょっといまいちという部分も1個挙げていきますね。それはね、この、
ウインカーあれば、ワンタッチウインカー、あれワンタッチないんだこれ。ワンタッチはね、どっちにしても、この動かすときに、ゴクンゴクンって結構硬いんですよね。これは、ハンドルの重さに合わせた、節度感っていうのが望ましいです。ハンドル軽くてね、こっちだけ硬いという形になっていますので、これは、そうね、このビッツだったらもっとここね、柔らかい方がいいと思います。この辺はね、他の車買うにしても、簡単に試せるところですから、ちょっと触ってみてね、どうかなと、使いやすいのをね、選ぶ一つのポイントかなと。あとはメーターですかね。この辺やっぱりね、もう今やすごく安価な車でもうこの辺ね、それこそ100万円の車からもうどれもね、メーターは立派になってきているので、この辺はちょっとね、時代感じますかね。電気つけてもね、オレンジ色に光る感じで。ただ、1300cc のビッツになりますと、かなりね、ここメーターも立派になります。ちょっとじゃあまとめていきましょうか。まずこのビッツのこの世代だからこその魅力で言うと、足が柔らかい。それから前後、見た目に意外とおしゃれ感がある。で、そうね、自分が思うのはこの最終型。で、中期モデルはちょっと男っぽいね、こう弾丸みたいな、こうシュッとね、前が小さくまとまる、男っぽさがある。で、こっちはどちらかというと自分は女性的かなって、そんな魅力に感じます。それから、新車で安かったから中古でも安い。なので 1300cc の4気筒エンジンを搭載したね、最後の型のビッツとかすごくいいんじゃないかなと。お値打ちですよね。ビッツとかね、この時代のコンパクトカーの役割が最近は軽自動車に変わってきている。大きく変わってますね。ただ、軽自動車と比べると、実はね、このいうね、古くても横幅のある車、ボディサイズの越えられない壁というのはやっぱりあって、それによる快適性とかゆったり感というのはね、やっぱりあると。で、あとね、内装もこの時代だからこそドライバーが自由になるところがあって、間違いにくいシフトセレクターとか、それからオートハイビームとかがね、ワンタッチで切り替えできるとかね、そういった良さはある。こんな感じになります。ということでね、動画は以上です。またどうぞよろしくお願いします。そうだ、すいません、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。では、ヒラリー男爵でした。またねー。